今日からいよいよかぼちゃの収穫が始まります。全部で9台の機械が起動します。自動でトレーラーまで運ばれます。皆さんこんにちは、さおりです。はい、今日からいよいよかぼちゃの収穫が始まります。今年は3ヘクタールのかぼちゃを栽培しています。こちらかぼちゃ畑なんですけど、もうつるも雑草もぐんぐんと伸びております。今年は干ばつで葉がしおれてしまって、そうすると実が日に焼けてしまいます。なのであえて雑草は残して日陰になるようにしています。かぼちゃは今こんな感じです。まだ小さい頃は鮮やかな黄緑色ですが、収穫の時期になると濃い緑色に変わります。さらにヘタの部分がコルクのように茶色くなってきたら収穫の目安です。去年は果樹職人と2人で収穫を行ったんですが、今年は同じくかぼちゃを育てている近所のお友達と一緒に収穫を行っていきます。以前ストーンピッカーを貸してくれた方なんですが、そこの農家さんと協力して今回は大人数で収穫をしていこうと思います。ということでこちらが今回収穫に使う機械たちです。お友達のトラクターも集結して、トラックやフォークリフトも入れると全部で9台の機械が起動します。ちなみに去年は 0.7 ヘクタールかぼちゃを栽培しました。かぼちゃをハサミで切って1箇所にまとめて、トラクターにハーフコンテナをつけて一気に入れていくという方法でやっていたんですけど、同じ場所を行き来して一往復もしなければならなくて、時間もかかるし疲れるし、改善したいなと思っていました。そこで今年は鍛冶職人がこちらを作ってくれました。これはもともとスレッシャーといって豆の収穫に使う機械なんですが、上の部分を取っ払って穴の部分を埋めて平らにしてトレーラーになりました。そしてベルトコンベヤを取り付けて切ったかぼちゃをその上に乗せると自動でトレーラーまで運ばれます。それを今度はトレーラーに乗っている人が受け取ってパックに入れていきます。去年はハーフコンテナを使用していたんですが、今年はフレコンパックにしてみました。なぜ変更したかというと、収穫後選果の時に最初ブラシにかけるんですけど、ブラシに入れるための人が必要だったんです。その工程をなくしたくて、フレコンパックだと下から出すことができるので、その出る量を調整すれば人がいなくてもブラシの機械にうまく入ってくれるんじゃないかなという作戦です。ということで今回は自作のトレーラープラス残り2台トレーラーがあるので、合計3台のトレーラーを使って収穫作業を行っていきます。だいたいね1台のトレーラーに5人くらいはつく感じになるので、多い日だと15人とか結構大人数での収穫作業になると思います。ということでまずはディスクモアでつると雑草をある程度の低さまで刈っていきます。今回は2番果は取らず一度で収穫を終えるため、モアで一気に刈って畑をすっきりさせました。草がなくなることで実も探しやすいし歩きやすくなります。刈り終わったら収穫をしていきます。ただ今回はいろんな方がお手伝いに来てくれているので、あまり収穫風景は撮れていません。今年は栗大将と栗将軍という品種を育てて、栗大将の方が早生といって少し収穫時期が早いんです。
なので、まずは私の農場の栗大将を収穫して、その後お友達の農場の栗大将を収穫しました。鍛冶職人が作ったトレーラー以外はコンベヤがついていないので、かぼちゃのつるを切ったらトレーラーの人に投げてキャッチしてもらうスタイルです。1日目終了したら、このもりもりのかぼちゃたちを乾燥させるために移動します。顔がテッカテカ。お疲れ様です。1日目、ほぼ動画が撮れなかったんですけど、終了しました。収穫したかぼちゃたちは1週間くらい、風通しのいいところでしっかり乾燥させてから箱詰め作業に入ります。ということで、こちら牛舎です。数年前までね酪農をやっていたので、その時に使用していた牛舎をちょっと柵とかを取っ払って選果場にしています。で、今日収穫したかぼちゃがこちらです。右側が栗大将、左側が栗将軍です。だいたい1パック500キロくらいあります。それが1、2、3、4、5、6、なんで15パックくらいあります。こんな感じでどんどんこの牛舎の中にとりあえず置いて乾燥させます。牛たちが暑くならないようにこうやって扇風機がねついてます。その扇風機を使用して乾燥させていきます。こんな感じでね、このつるだった部分、茎の部分がしっかり乾燥しきっていなくて濡れている状態なんですけど、乾燥させるとここがねしっかり乾いて色もね変わってきます。そうなったら箱詰め作業に入ります。こんな感じでハーフコンテナにかぼちゃを入れるのがだいたい他の農家さんは基本だと思うんですけど、うちは今回フレコンパックに入れました。ちなみにフレコンパックとハーフコンテナに入る量はだいたい同じです。今日はね12人で作業をしました。3台使用して。まあ暑かったですねなんか収穫自体は人数がいるのでそこまでなんて言うんだろう、慌てふためいてる感じではないんですけど、とにかく暑いのでとても疲れました。明日はねお友達の畑にまず2台行って、私の畑の方が栗大将がもう少し残っているのでそっちを終わらせてから、お友達の方に合流してで3台で収穫作業に入ろうと思います。今日はね午後からの開始だったんですけど、明日はね午前から午後までぶっ通しなので頑張ります。バイバーイ。おはようございます。今日かぼちゃの収穫2日目です。ここは昨日収穫を行った約ね1ヘクタールの畑です。今こんな感じでここに通路があって、こっち左側が栗大将で右側が栗将軍です。お友達の畑でも同じように栗大将と栗将軍を作っているので、まず栗大将収穫してからその後に栗将軍っていう感じですね。今日はねあいにくの雨なんですけど頑張りたいと思います。2日目と3日目はお友達の農場メインで収穫作業を行いました。2日目は結構雨が降って泥はひどいし全身濡れるし、結構メンタル的にきつかったです。といっても雲一つないような太陽ギラギラの日よりはよっぽどマシでした。
ちなみにお友達の農場はかぼちゃが約4ヘクタールあるので、私のところも合わせて7ヘクタール収穫します。はい。ということで、収穫が一旦終了しました。最初、私たちの農場とお友達の農場、栗大使を収穫して、今ね、私たちの農場の栗将軍の収穫に入っていたところなんですけど、結構ね、まだ早かったみたいで、実が青くなってきたので、一旦終了して、もうね、牛舎の方もかぼちゃでいっぱいになっているので、選果作業に一旦入ろうかなと思います。3ヘクタールあったんですけども、残り 0.7 ヘクタールほどになりました。このもじゃもじゃしているところがまだかぼちゃがある場所になります。ディスクモアで刈りながらやっていくので、外側からどんどん収穫していくっていう感じになります。なので両側が収穫済みです。去年は果樹職人と2人で 0.7 ヘクタールの収穫を行って、だいたい4日くらいかなかかったんですけど、今回はね、お友達との協力もあり、トレーラー3台だし、たくさんの方がね、お手伝いに来てくださったので、すごくね、早く進んでいます。今回はもうディスクモアでわーっと買ったところを歩いて、でもトレーラーがね、隣を進んでいるので、そっちに入れるっていう感じで、片道1本行けば終了するのでね、すごく楽でした。その分人は必要になるんですけど、短期間でババッと終わらせれた方が、今後ね、芋の収穫も入ってくるし、かぼちゃの選果作業もね、結構時間がかかると思うので、効率よくできたかなと思います。結構量があって、牛舎にはね、入りきらなかったので、車庫にとりあえず入れました。こんな感じで、ここにあるのはすべて栗将軍です。で、一旦ここに入れたんですけど、ここはね、扇風機とか乾燥させるものがないので、とりあえず選果を進めて、牛舎の、かぼちゃたちがなくなってきたら、ここにある栗将軍を移動していきます。牛舎もかぼちゃの入ったパックでいっぱいです。奥で選果するためにリフトが通るので、真ん中は開けて左右にパックを置いています。ということで5日間の収穫が無事終わりました。終わりましたと言っても、まだ収穫するかぼちゃはあるんですけど、一旦終わりにして今度は選果作業に入ります。今回はトレーラーを使って収穫を効率化できたんですけど、選果に関しても選果機を導入して、去年よりも効率化できるように考えたので、またその様子を動画にしたいと思っています。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。